ボイチェンボイチェン。皆さん、こんにちは。明日がくるさです。今回は、ステージ3の6、ロボット工学の逆運動学 3D 三自由度を解説したいと思います。変換行列に馴染みのない方は、この動画を見る前に 2D 変換、3D 変換で関節の階層構造を作る逆運動学 2D 二自由度を見ていただくとだいぶわかりやすいと思います。ちょっと重いかな。でもその方が断然わかりやすいはず。変換行列に馴染みのある方は逆運動学 2D 二自由度から見てもいいよ。対応するガチャンのソースコードはこちらにありまして、ガチャンネームスペース .h の定義をインバースキネマティクス RH 3D3DOF に書き換えてビルドと実行をすることで実際に動かして試せるようになっています。どういうものかと言いますと、一言で言うと逆運動学 2D 二自由度の3次元版です。肩の付け根の回転に X 軸回転を追加して計3つの回転にしたもの。3自由度で手を XYZ の3方向 3D に動かすことができます。こんな感じです。さあ、やってくる？まず、変換で手。今回は点ですが、の位置を表す。2D と同様に手の位置を変換で表します。とは言っても、2D の関節構造の最後に肩の X 軸回転を追加しているだけなので、2D の結果の最後に X 軸回転の RX、PS、X アングルを追加するだけです。これを実際に計算して手の位置の式を求めます。それでは、まずそれぞれの行列を見てみます。使用する行列は5つ。最初の4つは 2D と同じです。4×4 行列になっていますが、計算結果は同じです。最後の RX だけが新規に追加されています。2D での最後の式と RX、PSX アングルをかけるとこうなります。手の位置 XYZ はこの変換で0001を変換したものです。はい。手の位置 XYZ が求まりました。
次に、手の位置の式を角度で微分するのですが、これも 2D とやり方は同じで、式は XYZ3 つあって、微分する角度も3つあるので、地道にやります。微分の手順も全く 2D と同じです。一応見てみるとこんな感じ。2D と同じ PS アングル、PE アングルに PSX アングルの微分が追加されます。はい、このようになります。これで PSX アングル、PS アングル、PE アングルの角度変化に対する XYZ 方向の移動変化が求まりました。次に、変微分の方程式を解くのですが、これも手順は 2D と同じ。トータルの移動変化量は、それぞれに角度変化量をかけて足すと求まります。いわゆる変微分です。欲しいのは、これの逆で、移動変化量から角度変化量を求めたいので、これも 2D 同様に連立方程式になりますが、これを解くのに 3×3 行列を使います。この式を行列にして、真ん中の 3×3 行列を A, B, C, D, E, F, G, H, I と置いて、この逆行列を両辺左からかけまして、これで移動変化量から角度変化量が求まりました。それでは、ソースコードの方を見てみましょう。ソースは結果だけ使っています。式が多くなっているだけで 2D とやっていることは同じです。dif が必要な移動量で CSX、SSX、CS、SS、CE、SE と逆行列を求める際の ABC、DEF、GHI に代入して行列式を求めて解がある場合に逆行列に移動量をかけた結果を角度変化量に代入して返します。結果はこんな感じです。ちゃんと XYZ3 方向に動いてますね。行列式の制限によって手はある程度以上先に行けなくなっています。あとは自由に動かせるようになっています。今回はここまでです。どうでしたでしょうか？逆運動学、知っているとできることが広がりますし、とっても便利ですよね。微分や行列式、サイン、コサインなどが出てきましたが、
数学って何で使えるのってよく聞きますけど、めちゃくちゃ便利なツールなんですよね。改めて実感しちゃいます。今回の動画が何かしらの参考になれば幸いです。何かするときにはすべてご自身の責任において行ってくださいね。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。